スーパー恋愛探偵集合。どうなってるんですか？約束の時間はとっくに過ぎてるのに。私なんて30分も前に来てるんですよ。なのに全員遅刻だなんて。メールを送ったのに返事もないし。でもそういえば目が覚めた時、お姉さんはそばにいませんでしたね。まさかみんなすでに消されてしまったのでは。どうしよう。こうなったら私一人だけでもみんなを助けないと。あれはまさか未来に服を脱がされなかったなんてな。そんなことあるのか。これじゃあ被害に遭ったのは俺とオフィーリアだけじゃないか。ナビゲーターは本当に意地悪なんですから。寝ている間も常に警戒を怠らない。そんなのは騎士の基本ですよ。知覚なしというわけか。なんで無視するんですか？無視って本当に答えるんですから。お姉さんもお姉さんですよ。何も言わずに出ていくなんて。あなたはまだ寝ていたのであえて起こさなかったんですよ。あれ？でもメモも残しておいたし、朝ごはんも保温ケースに入れておきましたよね。確かにそういうのもありましたが。これは美味しそうな匂い。どこから漂ってきてるんだろう。もしかして私、朝ごはんが美味しすぎて重要なことを忘れてしまっていたのでは。ユリウスが料理上手なんて初めて聞いたな。そうですよ。本当に美味しいんですから。どうしてあんなに美味しいんですか？また食べたいぐらいです。また機会があれば作ってあげますよ。俺もごちそうになっていいかな。そうですか。ナビゲーターもですか。わかりました。しっかり準備しておきますね。なぜでしょう。普通の会話なのに私の恋愛レーダーがビンビンに反応しているんですが、これは話題を変えた方が良さそうですね。遅刻しちゃった。遅いですよ、ヤクモ。ごめんなさい。ちょっと交通事故に巻き込まれちゃって。交通事故って大丈夫なんですか？うん、ちょっと死にかけたけどなんともない。箱舟で交通事故？うん、赤い影が私の顔の横を通り過ぎたの。よく見えなかったけど何かの輸送ユニットみたいだった。無事で何よりです。こちらは？彼女が昨日話していた見習い助手です。皆さんこんにちは。私が見習いスーパー恋愛探偵助手ヤクモだよ。では早速説明頼みますよ、ヤクモ。我々の今日の目的は何ですか？なんでそこでサボるんだよ。仕事サボれないんだったら見習い助手がいる意味がないでしょうが。じゃあ今回の事件を調べるにあたって私が案内役を務めるよ。まずは被害者への聞き取りから始めよう。すでに被害者の一人と連絡済みだからついてきて。見習い探偵助手の名にかけてきっとこの事件を解決してみせるよ。そこまで気合い入れることはないですよ。師匠もじきに箱舟へ到着するらしいですから。師匠の未来予知の能力があれば犯人なんて一発で見つかりますよ。つくも玉木が直接来るのか。問題は解決したも同然だな。しかしすでに被害者に約束を取り付けてしまっているんです。
所だよ。ここってフローラの？そうだよ。ちょっと待ってください。どうして変態さんがそんなこと知ってるんですか？俺が変態さんだからかな。ナビゲーターはダニューブのエースですから、ダニューブのドライバーのことを把握しているのは当然では。箱舟のドライバーに関するデータも全て記憶しているはずですよ。いや、それはさすがに無理だ。勘弁してくれ。ヤクモ続けてください。今回の被害者は平身者の業務さんだよ。彼女の友人の話によると、今回彼女がダニューブに来た目的はナビゲーターとバレンタインを過ごすためなんだって。でも準備していた感謝の手紙は彼女が目を覚ました後にナビゲーターへの感情の記憶とともに消えてしまったんだ。変態さんを連れてきたのはその点を確認するためでもあるんです。感情を奪われたドライバーが意中の人物と会うことで何が起こるのか興味がありますから。師匠はキスをすれば感情を取り戻せると言っていましたけど、何せまだ一度も試していませんからね。ではチャイムを鳴らしますよ。どちら様ですか？こんにちは。約束していた探偵のものです。わかりました。少しお待ちください。あなた様も一緒なのですね。久しぶりですね、ナビゲーター様。昨日の夜に会っただろ？あれはあったとは言えません。ちょっと挨拶をしただけです。戦場ではまともに話をする余裕などありませんから。それに私の任務は箱舟の警備で前線ではありませんでしたし、こんな風にあなた様が部屋に来るのは久しぶりのことですよ。じゃあ被害者のところに案内してね。わかりました。こちらへ。どうしたんだ？入らないのか？浮気。は？待ってください。時間軸的に言うと私が愛人ってことですか？こいつまたおかしなこと考えてるな。ほら行くぞ。業務、お客様ですよ。彼女なら立ったまま寝てるわよ。立ったまま？こんな短い間に？さっきまで鍛錬してたはずですよ。彼女ってそういう子でしょ。ロザリンド、君もいたのか。ごきげんよう、ナビゲーター。友人の様子を見に来たのよ。二人とも業務さんの様子はどうですか？いつも通りです。ナビゲーター様のことは思い出せないようですが、ナビゲーター様の名前に特別な反応を示さないし、自分でも何かが欠けているという自覚がないようです。ナビゲーター様と一緒に行った任務についても全く印象がないようでした。彼女にとってナビゲーター様はもはや必要不可欠な存在ではないかのようです。何か手がかりはありますの？全く何も。そう。ただの病気であればいいのにね。被害者も加害者もいないただの病気なら。いえ、これはれっきとした犯罪ですよ。これはただの記憶喪失ではありません。記憶の断片が持ち去られているのです。恋愛探偵に対する挑戦ですよ。考えてみてください。犯人に我々の誰かを好きだという記憶を奪い去ることが可能なら、他の記憶も奪い取って記憶喪失を偽装することも可能ではないですか？可能でしょうね。しかしなぜか犯人はナビゲーターに関する記憶だけを奪った。これこそ今回の事件の重要な手がかりとなるはずです。バレンタイン、ラブレターと感情を盗む泥棒、記憶喪失のドライ
にラブレターと感情が届くことを望まないのは一体誰なのか。変態さん、何か思いつきませんか？ステファニー博士か？なんですって？箱舟を制御しているのは博士だ。彼女じゃないならみんなのラブレターを奪うなんて不可能だよ。博士はそんなに暇なんですか？すまん。業務また寝ちゃった。危ない。すまん。殿ではないか。殿のところに行こうと考えていたのだ。うわ、業務あんまり力いっぱい抱きつくな。骨が折れるだろう。すまぬ。無事か殿。記憶が戻った。キスは必要ないんですか？業務思い出しましたの？皆何を言っているんだ？なるほどなるほど。業務の感情と記憶が奪われてしまったが、殿にぶつかった拍子にまた回復したというわけか。どうしてかな。わかりません。でもすぐに明らかになると思います。すくも玉木に頼る気満々じゃないか。探偵を自称するんだったら自力で事件を解決しろよ。難題にぶつかった探偵の出す答えが未来予知能力を持った超人に頼ろうなんて聞いたことないぞ。超能力犯は超能力を持つヒーローに任せるべきでしょうが。玉木からのメールか。すでに到着したそうだ。この騒ぎもここまでみたいだな。弟子である私には連絡ないんですか？じゃあまず玉木を迎えに行こう。